YouTube をご覧の皆さん、みつやです。今回もよろしくお願いします。今回なんですけども、今回はですね、Twitter の DM だったり YouTube のコメントをですね、で、いくつか質問いただいてるんですけれども、最近ですね、コメントだったり DM の方が増えてきて全部返しきれてなかったりしてます。そんな中でですね、今回よくある質問ですね、結構多い質問の方をまとめてみましたのでね、一度こちらの方を見てみてもらったらなと思います。はい、じゃあよくある質問の方をね、回答していこうと思います。おすすめバタフライナイフトレーナーを教えてください。以前ですね、自分が動画の方で紹介したですね、こちらとこちらとこちらですね。こちらの3つがだいたい使いやすいかなと思いますのでですね、概要欄の方に URL を貼っておきますのでね、参考にしてみてもらったらと思います。ちなみにレビュー動画も上げていますのでね、ぜひ参考にしてみてください。お金に余裕がある方はですね、こちらのスクイードインダストリーズのトレーナーがおすすめになってます。スクイードインダストリーズの製品の買い方がよくわかりません。こちらとこちらでですね、以前に自分がスクイードインダストリーズの製品の買い方ですね、まとめ動画出していますので、ぜひね、参考にしてみてもらったらなと思いますね。ハードウェアキットには普通タイプとスモールタイプの2種類がありますが、それぞれどのナイフに対応していますか？ハードウェアキットというものはこういうものになりますね。購入するとですね、こういった、これはインディゴタイプなんですけれども、このワッシャーとボルトとネジですね、この3つがセットでそれぞれ入ってきますね。いわゆるノーマルタイプのものはですね、マーコ、トリトン、イカトレの3種類が対応していますね。スモールタイプの場合はノーチラスとクラーケンが対応しています。ちなみに細かいんですけど、こちらのスクイディシリーズですね。こちらのネジの部分はですね、別売りで販売されている色付きのものに交換することができるんですけども、このボルトですね、ボルトの方がですね、このスクイディシリーズだけ特殊でちょっと長いものになっていますので、こちらはですね、ハードウェアキットのスクイディ専用のものを購入しないといけないので、そこだけ注意してみてもらったらと思いますね。湾曲型とストレートタイプ、どっちがやりやすいですか？湾曲タイプっていうのはこちらのことですね。CS5 で使われているようなバタフライナイフトレーナーになりますね。ハンドルはこういう風に曲がっているのが最大のね、特徴になっていますね。こういうね、見た目がすごくかっこいいトレーナーになっていますね。それと違って、いわゆる普通の一般的なトレーナーですね。ハンドルがストレートなタイプのね、この2種類のトレーナーがあるんですけど、どちらの方がやりやすいですかっていうね、質問。これもすごく多い質問になるんですけれども、フリップっていうことだけを考えるとですね、圧倒的にこちらのストレートタイプの方がやりやすいです。こちらのですね、湾曲型ですね、CS5 タイプのものはですね、やっぱり湾曲しているので、初心者向けの技はですね、簡単にできるんですけれども、ある程度難しい、こういったロールオーバー系の技になりますね。こういったロールオーバー系の技をやるにはですね、この湾曲タイプのものだとかなり慣れが必要になってきますね。なのでフリップをやりたいっていうためだけで言ったら圧倒的にこちらの湾曲タイプよりもストレートタイプのものの方がやりやすいです。ただ初心者向けの技はね、こちらの湾曲タイプのものでも問題なくできますので、最初はね、やっぱり見た目も結構ね、好きな方がいると思いますので、好きな方を買ってみてもらって、もっとね、難しい技に挑戦したいなと思ったらこちらのストレートタイプを買うことをお勧めします。セーフハンドルとバイトハンドルの違いって何ですか？バイトハンドルといったのはこちらのいわゆるナイフで言えば刃がついてる方についてるハンドルですね。こちらの方ですね。こちらの方についてるハンドルのことをバイトハンドルと呼びます。こちらのナイフの背ですね。刃がついてない方についてるハンドルですね。こちらのハンドルのことをセーフハンドルと呼びます。ちなみにラッチがついてる方は基本的にバイトハンドルの方についてるんですけれども、逆にね、時々ついているトレーナーもありますので、ラッチがついてる方がバイトハンドルという風に覚えるのは危険なので覚えておきましょう。刃がついてる方についてるハンドルがバイトハンドル。ナイフの背の方についてるハンドルがセーフハンドルとなっています。トレーナーのこのピボット部分のネジを調整したいのですが、どういった道具を使えばいいですか？こちらのネジを調整するにはですね、こういった星型のトルクスドライバーといったドライバーが必要になります。基本的に使われているのは T6、T8、T10 のこの3種類がほとんどになりますので、こちらの3種類が入っているセットのものを購入しておけば困ることはないと思います。概要欄の方に URL 貼っておこうと思いますので、チェックしてみてもらったらと思います。近くのホームセンターでも販売されていると思いますので、見に行ってみてもらったらと思いますね。ちなみに最近、ダイソーさんの方でこういった精密ドライバーセット30本セットっていったものが200円で販売されてたんですけれども、こちらの方ですね、こういった風に付け替えができるようになってるんですけど、こちらの方にトルクスドライバーのですね、T10 と T8 が入っていましたね。なのでね、グリップもこういう風に大きいものになってます。結構使い勝手がいいです。200円と安いので、
だいたい T10 と T8 があれば、ピボット部分の調整はできると思いますのでね、ダイソーが近くにある方はダイソーさんに行ってこちらのものを購入してもいいかもしれないですね。トレーナーをメンテナンスしてネジを外したいのですが、後ろの部分が一緒に回って外れてくれません。どうしたらネジが外せますか？こちらも以前メンテナンス動画を出したことがあるんですけれども、こちらのピボット部分のネジですね、そのままですね、このようにネジを入れてですね、回して、ネジを調整しようと思ってもですね、後ろのこの部分ですね、こちらの部分がですね、一緒に回って締めることも緩めることもなかなかできないと思います。じゃあどうしたらいいのかっていうところなんですけども、このままね、閉じたままの状態でぐっとハンドルを強く握ります。で、握ったままの状態でドライバーを刺して回してあげます。そうすると、このようにネジが外すことができますね。で、ちなみにこのね、閉じた状態でギュッと握っても後ろの部分が回ってしまうよっていう方はですね、こちらのようにオープンですね。オープンしたままの状態で強くギュッと握りましょう。このように強く握ったままの状態でネジを刺してグッと回してみましょう。こちらの場合でもネジが締めることができると思います。閉めた状態か開けた状態かどちらの状態にしろギュッと強く握ったままであればこちらのねネジを調整することができるようになると思います。ちなみにネジを調整するときはですね、このように締めるんですけれども、締めた後ですね、どうしてもネジが後で緩んできます。緩むだけだったらいいんですけど、このね、ネジがどっかに飛んでなくなっちゃいましたってなるとですね、替えを買うのがなかなか大変なのでですね、こういう風にネジを締めるときはですね、こちらのロックタイトと呼ばれるネジの緩み防止剤ですね、こういったものを使うことによってネジが緩んでくるのを遅らせることができますし、ネジがなくなるっていったことがかなり確率が減ると思いますので、こちらのロックタイトっていったものも一緒にね、合わせて購入するようにしておいた方がいいと思います。バタフライナイフの情報ってどこから仕入れてるんですか？ちなみにスクイードインダストリーズの補充される種類だったり本数っていうものは、スクイードインダストリーズのメールマガジンを登録する、もしくは Twitter、もしくは Instagram の公式アカウントをフォローしておくことで確認することができますね。それ以外のバタフライナイフの場合も、そちらのブランドのインスタグラムだったり、メールマガジンを登録しておくことで確認することができますね。ちなみに英語が苦手だっていう方はですね、ツイッターの方で結構ですね、日本人の方が情報を出してくれますので、ツイッターの方を確認しておくと、ある程度情報がつかめると思いますね。バタフライナイフトレーナーなので安全なはずなんですが、親が許可してくれません。どうしたらいいですか？それはね、しょうがない。こちらのトレーナーっていうものはですね、切れないし刺さらない安全なものになっていますので、怪我することなくね、このフリップっていう遊びを楽しむことができるものにはなってるんですけれども、やっぱりバタフライナイフっていうことでナイフになりますのでですね、当然怪我することはないし、全然安全なものなんですけども、やっぱり自分のね、大切な子供がナイフを触ることによって非行に走ってしまうんじゃないかっていう心配からね、そういったナイフっていうものをね、触らせたくないっていう思いで多分止めてると思いますのでね、そればっかりは両親のね、気持ちを考えて仕方ないかなと思いますね。一応こういう安全なものだよっていう風に説明して、それでもダメだっていう風に言われるのであれば、それはもう仕方ないかなと思いますね。社会人になってね、自分のお金で自分のね、好きなものが買えるようになったらですね、ぜひ買ってみてもらったらと思いますね。初心者向けの全ロールオーバーを練習しているんですけれども、なかなかできません。僕って才能ないですか？あなたに足りてないのは練習量と慣れです。逆にバタフライナイフフリップの才能って何ですか？基本的にバタフライフリップの技っていうのは練習すればほぼ確実にできるようになっています。人によってね、早くできる方もいれば、やっぱり時間かかる方もいます。僕もどっちかといったら結構時間かかってる方なので、結構僕もね、6年ぐらいやってるんですけども、やっと6年やってこれぐらいの実力になってますね。ほんと早い人はですね、1ヶ月2ヶ月であっという間にどんどん新しい技を覚えていくようなね、超人みたいな人もいますけれども、1ヶ月2ヶ月やっても、未だに全ロールオーバーがやっとね、たまに成功するぐらいっていう方も中にはいらっしゃいます。けどですね、他人は他人、自分は自分なのでですね、このフリップっていう遊び、趣味がですね、楽しめているのであれば、それが一番かなと思いますのでね、ゆっくりいろんな技に挑戦してみてもらったらと思いますね。
はい、いかがだったでしょうか。今回ですね、DM だったり YouTube のコメントでね、多い質問の方をまとめてみました。一度ね、こちらの動画を見てみてもらってから、それでもね、わからないよっていう方はですね、気軽にコメントだったり DM でね、質問してみてもらったらと思うんですけれども、皆さんね、大体同じような質問が多いので、今回の動画で大体解決してくれるんじゃないかなと思ってますね。バタフライナイフに関するね、質問っていうのは結構いろいろ種類がありますのでね、わからない方はぜひね、気軽に聞いてみてもらったらと思います。できる限りね、答えられる範囲で答えていこうと思いますのでね、ぜひ Twitter の方もフォローしてみてもらったらと思いますね。はい、じゃあ今回ね、こんなところで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。それでは。